パンラボの池田です。映え萌えではない、派手さはない、だがじわじわクール、いつまでも何度でも食べ続けられるこのうまさ、家のそばに欲しい大久保ベーカリー。目黒駅からバスに乗ってほどなく、元競馬場バス停。元競馬場ってことは目黒に競馬場があったのか。あったらしい。ヒヒーン。稲中子、すでに私の頭の中ではめくるめくパン食い競争のファンファーレが鳴っているよ。元競馬場交差点から目と鼻の先に最近オープンしたらしい。おや、旗揚げ？楽しいお買い物は〇〇商店街とかよく書いてあるところに手書きの旗を出してる。あった。外で人が待つほどのにぎわい。大久保ベーカリー。入ってみよう。対面式の小さな売り場。バゲット、カンパーニュ、甘いパン、ミルクパン、惣菜パン、茶バタ、フォカッチャ、エピ、チョコフランス、ドライフルーツのカンパーニュ、スコーン。窓際にマルパンやマドレーヌ、メレンゲも。オーソドックスなラインナップに好感が持てる。シェフの大久保伊織さん、イクメンである。名前なんて言うんですか？秋人で6ヶ月です。お店の2階の休憩室で赤ちゃんを寝かせながらご夫婦で営む名店片根ベーカリー出身。このオープンに向けてオリジナルパン出していこうと思ったんですけど、ちょっとそれは方向でやめて、もうほぼほぼ片根ベーカリーのパンで今行ってます。そうなの9割ぐらい片根ベーカリーのパンで。あ、そうですか。で、まずはちょっとお客さんについてもらって、で1年2年かけて徐々にアレンジして自分の店にしていこうかなと思って。名店完コピか。それはそれで悪くない話だ。石臼入れて原爆引いて粉からパン作りもしてるんで。あ、そうなんですか。はい、結構やりがいがありますね。中川さんのも使ってますし、北海道から長野の宮原さんまで。乾杯の生地を使ったレーズンとくるみ、農薬化学肥料不使用の小麦を自家製粉し使用。ボリ薄皮の心地よい割れ。確かに違う。初めは穏やかなれどナッツや穀物に似た香りが後からにじんでくるではないか。くるみもじわじわ、畑の香りが口の中に満ちるとき、マスカットレーズンがじゅわー爽やかな甘い潤いをあふれさせる。食べ疲れしないような食感と味をイメージして、なんか酸味もなんか嫌じゃないような、なんか爽やかな感じの酸味をするようなパンに仕上げました。粉は全部オーガニックです。生ハムのサンドイッチ、このバゲットの底に注目してほしい。バゲットの後ろに全粒粉のふすまをちょっとパラパラっと巻いてて、それを直火で焼いてちょっと香ばしく焼き上げてます。驚きで椅子からお尻が浮くバゲットだ。甘さの余韻も長い。だからこそ生ハムと合う。ビローン。生ハム1枚、旨味と香りが爆発し、激しく炭水化物と求め合う。爽やか要素、自家製のキュウリのピクルス。バゲットサンドはフランスの食べ物だけど酸味が強くないから日本人の口に合う。助演漬物賞を与えよう。バゲットは北海道産の北の香りなどを使用。なんでこんなに甘い？製法はじゃあ片根さんみたいに粉と水置いてっていう。そうです。もう前日に合わせて一晩常温に置いて酵素の働きをうまく流してで甘みを増幅させる、そんな作り方ですね。ポテトフォカッチャ、革命的だ。ポテトチップスがパンの上に乗っかっているぞ。ブワー、ポテト濃厚。甘いことはもちろん山芋みたいな土っぽい香りが激しく襲う。わし
噛み応えのある生地がポテトのアタックを潤いと優しい甘さで癒すと思ったら耳ボリ激しすぎる甘さ、オリーブオイルのオイリーさ、ジャガと麦がコラボレーションでダブル炭水化物の沼へと引きずり込む。あれはもう片根ベーカリーからのアレンジもなくほぼ 100% されてて、じゃがいもは種から単から仕入れてる有機のじゃがいもを薄くスライスして、塩でちょっと水分出してで絞ってオリーブオイルとあえて、あれ茶葉の生地なんですけどにこう広げてピザみたいに焼き上げる。じゃあその前に火は入れてなくてもオーブンで一緒に、はい、でもカリカリになんか焼けてて香ばしくて美味しいですね。カレーパンムニムニブチブチ、椎茸を食べるような生地の噛み応え、ブーブースパイスの暴風、カレールー的ではなく手作りスパイスカレーだ。ヒヒハハ手加減なし、主張のあるひき肉。一方パンは噛むごとにしみじみと味が伸びてきて、肉の味ととことん響き合う。胃が熱くずしっと食べ応え、これはパワーの源になってくれる。あんパン生地もあんこも甘さちょっと控えめ、それが麦と小豆素材の美味しさを露出させている。ふにパツ、噛み応えと歯切れの両立、さわあんこが飛び出す濃いファラフェルみたいに豆の味が豊かにあふれ出す。こんなにあんこって味があるのか、感動ものだ。小麦と小豆作る人が同じ。あんこもちょっと甘さを控えめにして、でなるべく粒感を残しつつ炊き上げてます。北海道の北海道のオフイベラさんのです。フィビラさん、はい、じゃあオーガニックで。オーガニックの今年の小豆が吸水が悪いみたいであんまり柔らかきづらくて、そうなんだ。なんかうまく水を吸わせてなるべく柔らかく炊き上げてますけど、すごい豆の香りが立ってる感じに仕上がってます。美味しそうですね。はい、目指すパン屋の方向性、地域密着。どんなパン屋さんにしたいっていうかイメージというか。この、立地的にも近所のお客様に来ていただいて、日々の生活の糧になるようなパンを焼いていけたらなと思ってます。それを食べたお客さんが今日も一日頑張っていこうって思えるようなパンを焼きたいと思ってます。てらいもなくまっすぐに、すごい技術と素材で、でもそれを見せつけることなく実直にコツコツとパンを作り続ける最強の町パン屋です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。